その廃トンネルの名前は地図から消えていた。正確にはもともと名前などなかったのかもしれない。〇〇沢の子はアナ。五感だけでゾワッとした。地元で噂される、入ったら声だけが戻ってくるという心霊スポット。大学の後輩、陽介が持ち出してきた話だった。先輩、知ってます。あそこ、地元じゃ声だけが返ってくる穴って呼ばれてるんすよ。その日、大学のサークル仲間4人でファミレスにいた。夜中の3時を過ぎて、冷めたコーヒーをするくらいしかすることがなくなった頃。マジで、誰が言ってたの？僕が聞くと、陽介はスマホの画面を差し出してきた。そこには、閲覧注意の文字と、荒れた掲示板のキャプチャ。証言は断片的だった。入ったら女の声がする。名前を呼ばれた。一緒に行ったやつが声だけ残して帰ってこなかった。作り話かもしれない。でも僕たちはそういううまく信じきれない怪談に逆に惹かれていた。地図に載ってないんだよ、正確な場所。けど座標っぽい情報はある。陽介のスマホには赤く囲まれた古いトンネルの航空写真。街灯も電波も届かない山間。しかも封鎖されているとの書き込みもあった。行くか。誰かが言ったその言葉に誰も反論しなかった。僕たちはレンタカーを借りトンネルへと向かうことにした。陽介、ケンジ、アツシ、そして僕。助手席でケンジが笑いながら言った。声だけが残るってさ、それってどういう状態なんだろうな。肉体が消えて声帯だけ残るとか。アツシがバカなことを言って笑う。でもどこかその空気には笑いと一緒に引っかかるものが混じっていた。トンネルの入り口は封鎖されていた。いや、正確には封鎖された形跡だけが残っていた。折れた柵、落ちた立ち入り禁止の看板。コンクリの内壁は苔と黒ずみで、まるで内臓のように湿っていた。先輩、声、聞こえません？陽介がぽつりと言った。耳を澄ますと、風の音が、いや、違う。名前を呼ぶような、呼吸に近い音が、トンネルの奥からにじみ出していた。
懐中電灯の明かりが湿ったコンクリートの壁を舐める。小さな反射の粒がまるで目のように感じられた。やばい、マジで電波ねえなここ。ケンジがスマホを持ち上げてつぶやいた。画面の上に県外の文字。僕たちはしばらく誰からともなく黙り込んでいた。沈黙があまりに濃い。その濃度の中で確かに声があった。助けて、待って、ねえ、どうして。耳のすぐ脇で誰かがささやくように。けれど振り向いても誰もいない。声はトンネルそのものから漏れているように感じられた。なあ、今名前呼ばれなかったか。アツシが息を飲みながら言った。俺も聞こえた。俺の名前だった。陽介も目を見開いていた。僕は声が出なかった。というより、名前を呼ばれた記憶が曖昧なのだ。確かに何かが僕の中に入ってきた気がする。鼓膜ではなく内面で呼びかけられたような奇妙な感覚。誰か一人足りなくね。アツシの声で僕らは数を数える。陽介、アツシ、僕、そしてケンジがいない。いつからか誰も覚えていない。冗談でもドッキリでもないことは全員の顔を見れば明らかだった。ケンジ、おい、ふざけんなって。陽介が叫ぶ。だが返事はない。助けて、待って。ケンジ。名を呼ぶ声の中に確かにケンジ自身の声が混ざっていた。震えるようなどこか空っぽの声。それはまるで遠くのトンネルの奥で録音されたもののように平面的だった。逃げよう。誰ともなくそう言って僕らは来た道を走って戻った。柵をまたぎ山道を駆け下りレンタカーへ。陽介は震える指でキーを回し車はようやくエンジンを吐いた。車内で誰も口を聞かなかった。翌日ケンジのスマホには発信履歴が残っていた。午前3時22分着信先僕の番号。その時僕はトンネルの中にいた。鳴ってはいなかった。再生するとザーッというノイズの奥に
ケンジの声があった。俺、こっち側来た。さっきわかってただろう。声が残る。だからお前もその最後に僕の名前がゆっくりとはっきりと呼ばれた。名を呼ばれるということ、それはきっと存在を取り戻すための儀式なのだろう。呼びかけることで誰かを死願から彼岸へ引き戻す、あるいは引きずり込む。それからというもの、僕のスマホには時々音声ファイルが届くようになった。差出人不明、発信元も表示されない。添付された MP3 ファイルはどれも無音のようでいて、耳を澄ませるとかすかにケンジの声が混じっていた。まだこっちにいる。なお忘れないで。声は日に日に薄くなっていった。波形もまるで砂のように崩れかけていて、ファイルによっては再生すらできない。ある日、一つの音声ファイルが急に明瞭に再生された。そこにはケンジの声とともに僕の声が重なっていた。ケンジ、お前いつからそこに。僕はその会話をした覚えがなかった。けれど確かに録音されていた。まるで僕が夢の中で返事をしていたかのような。陽介と敦には話していない。彼らもきっと何かしら音を受け取っているのだろう。けれど口に出した時点で何かが始まってしまいそうで誰も言えないのだ。僕は自分の部屋の窓を開けた。深夜2時、風の音に混じってあのトンネルの気配がどこかから漂っている気がした。ケンジ、そうつぶやくとスマホが震えた。通知には何も表示されていない。だが画面の上には小さなマイクのアイコン。録音が始まっていた。僕の声がどこかに保存され始めた。それはもしかすると僕の側があちら側へ近づいているという印なのかもしれない。人が亡くなると何が残るのか。肉体ではない、写真でもない、文字でもない、声だけがふとした拍子に残ることがある。留守電、録音、記憶の中の残響、あるいは
自分が夢で繰り返し聞くその一言、それが彼らにとっての唯一の岐路なのだとしたら、それが声だけが戻る場所の本当の意味だったのだとしたら、今僕は夜になると録音ボタンを押すようになった。誰にともなく名前を呼ぶ。ケンジの、そしてだんだんと自分自身の名前を、名を呼ぶたびに何かが薄れていく。それは恐怖ではなく、むしろ懐かしさに近い感情だった。最後の音声ファイルが届いたのは昨日のことだ。再生すると、そこには無音が広がっていた。ノイズすらない完全な沈黙。けれどその中に僕は確かに気配を感じた。誰かが名を呼ぶのを待っているような、そんな静けさ。僕の声はどこへ行くのだろう。誰かに届くだろうか。それともあのトンネルの奥に永遠に反響しているのだろうか。窓の外には風の音、そしてかすかに誰かの名を呼ぶ声。おしまい。